はい。今日はですね、台所におりますが、今回は台所のルームツアーを行っていきます。多分途中喋りすぎちゃうと思うので、目次をつけておきますので、随時スキップしながら見ていただけると嬉しいです。はい、まず台所全体がこんな感じになっております。上に収納と換気扇があって、下にも収納があって、シンクがあって、コンロがあって、右側が、冷蔵庫と電子レンジ、ゴミ箱やらがあるって感じですね。はい。全体はまずこんな感じになってます。じゃあまず、シンクからいこうかな。はい、このような感じになっております。ちゃんとさっき拭き上げました、撮影前にね。はい。あんまり綺麗じゃないです。私掃除が得意じゃないので。はい。で、水切りかごは、ですね、何ヶ月か前に撤去して、必ずお皿、洗ったらその後に拭くようにしています。で、シンクに置くのは2つだけで、洗剤とスポンジですね。スポンジはね、これは、これセリアのウキウキってやつ。よくみんな使ってるやつで浮かせております。洗剤は、容器は無印良品のなんですけども、中身はヤシの実洗剤ですね。一応若干環境に優しいのを意識してヤシの実洗剤なんですけども、なんかこのヤシの実洗剤の容器があるんですよ。もともとその普通にマークが書いてあるやつ、あれから最近こっちに移し替えたんですけど、なんかね、こっちにした方が減りが遅いっていうことに気がついて、すごく快適です。ヤシの実洗剤はね、手洗いする方とかね、環境を気にしてる方にはおすすめですね。で、よくあんまこう近寄りたくないけど何これ、なんだっけ、排水口か排水口はこれ最初蓋がついて中にカゴがついてたんですけども、どっちもプラスチックで、もう汚れがつきやすいのと、見た目綺麗じゃないっていうので外して、ここのザルのこれだけ自分で買ったものですね。でもそのゴミここに溜めて、その日のうちにビニール袋に入れて捨てるようにしてます。で、ちょっとあんまり近づきたくないんですがガスコンロですね。もうこれどのくらいかな、8年ぐらいは使ってるかな。あんま綺麗じゃないんですけどね、ビルトインで掃除が若干しやすいっていうやつです。で、ですね、パンはここで焼いてます。ここもあんまり近寄りたくないで、この横に置いてあるのは、まな板ですね。ちっちゃいやつ。これで全然事足りる。これは無印のやつです。はい。で、調理器具がですね、ここにちょこっとかけてあるんですけど、これ全部無印のやつですね。なんかちょっと汚れこびりついてんですよね。取れないの。だいたいこれと箸とハサミと包丁と、あんまりこう調理器具たくさんなくてもね、困ってないですね。はい。で、バナナが置いてありますけど、私1日1本今バナナを食べるようにね、心がけてるんで置いてます。吊るした方がいいんでしょうけどね。吊るさなくても大丈夫やから。これ置いてあるんですけど、これはですね、買ってよかった5選に入りますね、私的に。ブリタっていう、これは、フィルター付きの浄水フィルター付きの水筒って言えばいいかな。ちょっと片手じゃちょっと開けられないんですけど、またちょっといつかご紹介します。開けられないので。でもうこれを、外に持っていくときもお水入れて持っていくし、家の中で水を飲むときもこれで、コップに注いだりして飲んでます。なのでね、ペットボトル買わないし、このお茶のポットみたいな大きい1リットルとか入るやつも持ってないですね。これだけ。で、もうなんか、子供2人と私だけだったらそんなもんで全然大丈夫でした。はい。はい。上行きます。こんな感じですね。見づらい。ここは高さ的には身長165センチの私でこのくらいですね。背伸びすれば全然届きます。こんな感じです。で、ここ一番取り出しやすいんで、お皿とグラスなど入れてて、あっちはちょっとこっちより頻度低めなものを入れてます。で、お皿の数は数えたらさっき全部で17枚でした。で、お皿の数をですね、結構なんか1年ぐらい数とか種類とかをなんか行ったり来たりしてたんですけど、この組み合わせが私的には一番使いやすくって、もうしばらくこのままでいいんじゃないかなって感じですね。これ無印で、これがニトリ。
で、これは、コーヒーのやつの後ろにマグカップが2つあって、で、これはグラスですね。デュラレックス。汚い。あんまり綺麗じゃない。デュラレックスってやつ。これめっちゃいいですよ。落としてもね、割れないしね。ガラスなのに割れにくい。で、ですね、このお皿をですね、選ぶときに気をつけたのが、用途2つ以上使えるみたいな感じで選びました。この子がね、本当にめっちゃいいですね。これはニトリのスタッキングできるお皿かな、多分。っていう名前だったと思うんですけど、その多分300円とかなんですよね、1枚。300円とかなのに、なんかその程よい重さですね。程よい重さ。これ軽すぎたらなんかちょっとね、なんかご飯が美味しくなくなったりしません？ちょっとお皿が軽いと。なんかその安いのに結構しっかりした重さあるし、重ねることができるし、で、このサイズがね、ちょうどいいんですよ。何センチぐらいかな？ 20、18ぐらいか。なんですけど、この大きさだとすごく使い勝手が良くって、取り皿にもなるし、ワンプレートにもなるし、大皿にもなるしっていうので、この前は取り皿用の、これにする前はですね、もうちょっとちっちゃい取り皿があって、で、大皿があってみたいな感じで2つ使ってたんですけど、どっちに使えるやつが1個あったらいいなと思って見つけて買ったらもう本当にぴったりで、カレーとか入れることもできるしね。なんでこれをね、取り皿兼大皿みたいな感じで使ってます。なので、これだけ4枚あるんですよね。大皿になって取り皿になった時のことを考えて4枚あります。で、この子は、磁気ベージュボールっていう多分ね、商品名だったと思うんですけど、無印良品のもので、これもそんなに値段しないですね。数百円だったと思うんですけど、これもすごく使い勝手が良くって、大と小だったかな。中と小かな。多分中と小、もうちょっと大きいサイズがね、あるんですよ。これ確か。なんで中と小だったと思うんですけど、で、この子も、これをですね、最初使ってて、で、こっちを買い足したんですけども、すごく使い勝手がいいなって思ったのが、これと同じで、ちょっといろんな用途に使えるってとこですね。で、この子のサイズが、このくらい。十数センチですね。で、もう一個。ちょっとわかんない。このくらいのサイズ感なんですけども、なんかこっちはラーメンとか丼とかにも、子供だったらできるサイズ。お茶碗よりも全然大きいかなみたいなだけ。で、こっちがちょっとちっちゃい。ちょっと横に並べんとわからんか。こんな感じ？サイズ感的にはこんな感じになってます。で、ですね、こっちがね、絶妙なサイズなんですよね。お茶碗ぐらいの多分容量なんですけど、ご飯にも使えるし、スープにも使えるし、ちょっと丼とか麺入れるにはちょっときついんですけど、あれですよ。小皿にもなるっていうのがすごくいいですね。このサイズ、ちょっとちっちゃめなんで、例えば餃子のタレとか、深めの取り皿みたいな感じで使えるのがいいです。なんでご飯、スープ、だから私基本ご飯とお味噌汁っていうことが多いんですけど、ご飯お味噌汁の時もあれば、丼お味噌汁みたいな時もあるので、すごく使いやすいです。いろんな使い方できるっていうのがやっぱいいです。兼用できるものを選んで買ってたらこんな感じでちょっと落ち着いちゃったんですけど。ほんで、コーヒーをね、飲むからね、私がやめたいんですけど、なかなかちょっと今減らしてるところなんですけど、そしたらこれをね、手放せるんですけどね。で、マグは2つあります。これはね、一応来客用と、あと子供たちがスープ飲んだりする時もあるので、2つ置いてます。で、グラスですね。グラスはね、結構ね、グラスマグはね、結構使う機会多いですね。来客、ちょっと余分に持ってるって感じですね。上の段いきますね。で、これがお弁当のグッズ。こんな感じですね。お弁当用品。で、これとこれ以外は無印ですね。で、2つあるのはなぜかというと、小学校、保育園でお弁当の日が被ってしまうことがあるためっていうのと、これ私も使うんですね。このお弁当すごい使い勝手がいいので、これ使うんで、息子と私が被った時用で2つあります。もしかしたらね、いずれ買い足して3つにするかもしれないですね。これ無印のなんですけど、なんかね、やっぱこの蓋がタッパーでいいんじゃないかなって思ったことがあるんですよ、弁当箱って。でもなんかね、タッパーだとやっぱりちょっとひもじい気持ちになってしまうっていうのと、ここの蓋の裏のですね、高さ。こ
こに高さがあるので、ここちょっとね、持っても、ね、なんていうの、ちょっとはみ出してもね、蓋できるっていうのがいいですね。タッパーだと大体こうなんかその、蓋が中にこう入り込んじゃうので、こうギュッてね、押さえ込んじゃう感じになるんですけど、だからやっぱお弁当箱の方が私はいいなと思いました。蓋ができない片手だから。これですね。これも無印のやつで、カトラリーカバーやったかな。結構新しい商品ですよね。ちょうど1個開いてしまったんで。ここにスプーンとかお箸とかフォークなんかを入れてこうぐるっと巻いて留めるんですけど、まあシリコンなんで、人体無害っていうのと、そのプラスチックみたいにね、劣化がしにくいっていうのと、色移りがちょっと、匂い移りかな。匂い移りがちょっとしやすいんですけど、箸箱はね、嫌なんですよ。私、箸箱。ガチャガチャって言うじゃないですか。箸箱じゃない選択肢になると、布の箸袋かなっていう風に前思って使ってたんですけど、布の箸袋だと、可愛いのがまず売ってないっていうのと、洗濯したらですね、シワシワになったりとかして、それがめんどくさくて、もうでこれ見つけて、使ってみたら、最初舐めてたんですけどね、ダメでしょこんなのって思ってたんですけど、もうこれめっちゃ良くて、これ多分ずっと使うと思います。全然劣化もしないし、めちゃくちゃいい。ただお箸だとね、ちょっとね、包みにくいんでね、いつもスプーンで食べてますね。で、この子はお弁当袋1個しかないんですけど、これはね、私がね、作りました。手作り。手作りです。で、小学校用品の布が余ってたから作ってみたらなんかちょうどよかったんで、これが1個しかないんですね。もう1個欲しいですね。この子はスタッシャーっていうんですけど、ご存知ですか？シリコン、ジップロックの代わりに、エコだよ、みたいな感じの商品なんですけど、繰り返し使えて。これはですね、なんでここに入れてるかっていうと、おしぼりですね。おしぼりケースとして使ってます。で時々、ジップロック代わりに使うこともあるので、便利ですね。外出先に、ティッシュとかウェットティッシュとか持っていくじゃないですか、普通。それをね、おしぼりに変えたらね、めちゃくちゃいいですよ。こんな感じで、こんな蓋になってるんですけど、だからハンカチとかを濡らしてここに入れて持っていくんですけど、ティッシュ、ウェットティッシュだとゴミが出るじゃないですか。で、そのゴミを捨てる手間もかかるし、あんまりエコじゃないよねっていうことでおしぼり使い始めたんですけど、汚れたら洗えるし、外出先でもですね、普通にお金かかんないしみたいな。子供いる時はね、おしぼりでね、いいなって思いましたね。子供が小さい間はですね。はい、そんな感じのお弁当用品になってます。で、こっちにあるのがタッパーですね。白ご飯を炊いた時に使うやつです。でこれはですね、なんか使ってる人結構多いですけど、マックスバリューの、トップバリューか、イオンのやつですね。もう洗いやすくて、パッキンなくて、洗いやすくて、溝もなくてみたいなので、使いやすくてずっとこれをね、使ってます。ご飯を炊いて、これに保存して、でも大体私はタッパご飯で、タッパに入れたまま食べちゃうんですけどですね。で、今ご飯、本当に詰めてるのが冷蔵庫に入ってるんで、本当はもうちょっとね、数があります。もう使いやすい。でこれをね、お弁当箱にね、しようかなって考えたけどね、やっぱりほら、ここがへこんでるじゃないですか、こう、内側に。こっちに、蓋を閉めるときに入り込んで押さえつけてしまうんで、中身をですね。それがちょっとね、お弁当箱にできない理由ですね。はい。でこんな感じでちょっと余白を持ちつつ、余白をまっすぐね。余白をこう取りつつ、こう等間隔みたいな感じで置くのが結構私は好きです。で、セロハンテープがなぜここにあるかというとですね、これ、いろんな場面で使うんですけど、ゴミまとめたりとか、普通に子供が使ったりとかするんですけど、ここに置いとかないと、娘ちゃんがですね、もう無限に使ってしまうので、ここに置いてあります。ここしか置くとこがないんです。じゃあ隣行きますね。はい。隣は、これはですね、全然関係ないですけど、お薬ですね。アルミホイル、ラップ、なぜか iPad がここにあります。これはちょっと手放す、どうしようかなってパソコンに変えたい。あんまちょっと今出番がないんですけど、なんか手放すのか、どうしようか、買い替えるのか悩んでます。で、普通にラップとアルミホイル。これはですね、無印の布巾なんですけども、落ち綿布巾ですね。これは、ですね、10枚ぐらいあるんですけど、今ね、持ってるんですけど、お皿を洗った後に拭いて、で、拭いた布巾として使って、で、布巾として使ってびしょびしょになったら台拭きになって、で、台拭きとして使ったら、その他の床とか拭いて、で、洗濯にポイって投げ込むみたいな感じで使ってます。
で、ここに置いてあったお薬入れですね。ちょっと、なぜここにあるかってやっぱ子供が触るからなんですけどね。で、耳掃除用の綿棒。これはエタノールですね。で、お薬が、私は結構すぐ薬を飲みたがるタイプなので、なんか、8種類ぐらい置いてありますね。頭痛薬とか胃薬とか、体温計もありますね。サロンパス。これは鼻炎の薬とか。これなんだ、風邪薬、頭痛薬みたいな感じで。胃薬ですね。置いてありますね。一回そのリビングに置いてあったことがあるんですけど、そしたら娘ちゃんがベシャーって開けたことがあって、ちょっとまだしばらくの間は手が届かないところに置きたいですね。でこのケースも、ポリエチレンケースも、この中身のジッパーのケースも無印ですね。普通薬ってこう箱に入ってるじゃないですか。箱に入ってる状態のものをこう収納するのが、なんかちょっとやっぱ嫌で、こういろんなサイズの箱がですね、バーってなってるのがすごく嫌で、だからってなんかその四角いこう同じサイズのケースがバーってよく並んでるのとかをね、インスタで見かけますけど、それだとなんかその少ない量の時にも、2、3個しかないのに1個ね、仕切りを置いとかなきゃいけないっていうのがすごい嫌で、大きさがこうね、可変できるっていうのがすごくいいなと思って、これとか結構入ってるのと、結構入ってるな。これとかも薄いやつと分厚いやつ、どっちでも大丈夫っていうのを探して、ちょうどね、無印でね、これ見かけてみは最高、これだと思いました。分厚くても大丈夫っていうね。薬系はこれだけかな。逆向きが。はい。綺麗に揃って気持ちがいいですね。はい。ここに置いてあります。はい。はい。で、一番右は別になんてことはないんですけど、水筒が上の子と下の子の分が置いてあります。で、こっちはザルとボールですね。確か無印のやつだったかなと思います。大きいやつですね。普通にお料理に使うやつです。はい。じゃあちょっと下行ってみましょうかね。結構すいませんね。喋り続けて。ほんとごめんなさい。めちゃくちゃ喋りたがり。こんな感じですね。ここはちょっと開けたら下が一回ちょっと全部開けますね。こんな感じ。はい。はい。ちょっと暗くてすいません。このような感じになっております。でちょっと左から行きますね。ここはですね、ゴミ箱です。なんと。ゴミ箱が私は、こっちにもね、あるんですけど、1個。あれは、プラスチックゴミが入ってます。で、というのもですね、私が住んでる自治体が、結構ゴミの分別が細かくて、別に全部燃えるゴミで出してもね、全部じゃないわ。ある程度燃えるゴミで出しても全然収集してもらえるんですけど、私がね、分別がね、結構好きなんですよ。プラスチックがね、プラスチックだけで揃ってる状態。紙同士。なんて言うんですかね、こう、燃えるゴミの中に紙とかプラスチックとか、なんかいろんなぐちゃぐちゃティッシュとかバーって入ってるのがすごく嫌で、なんか汚いなって思っちゃうね。なんかね、ゴミの中さえもね、揃っている方がやっぱりね、気持ちがよくって、あと普通に分別した方がリサイクルに持っていってくれるっていうことで、資源としてね、普通にもったいないんで、なんか気持ちがいいし、もったいないしで、すごく分別をね、私はやってるんですけども、ですね、ここにあるのは、手前の袋が燃えるゴミです。で、燃えるゴミって普通紙とか、ビニールとか、まとめて出す自治体が多いのかもしれないですけど、うちは、ですね、ビニールはプラマークがついてるやつはもう、プラゴミになるんですね。で、それを除くと、どうなるんだっけ？あとですね、紙をね、分けてるんですよ。燃えるゴミの中から。普通燃えるゴミに出るであろう紙ですね。を、こう、資源ゴミ。これとかもだから紙ですよ。さっき食べた。紙って書いてある。ここに。このマークが別に、ついてなくてもなんですけど、普通にこう、パッケージです。お菓子のパッケージとか、こういうのとか、チラシとか、普通に宿題のプリントとか、そういうのって、ですね、もうまとめて雑紙として、古紙ですね、古い紙って書いて古紙として出すと、そのリサイクルセンターに持っていかれて、リサイクルされて、トイレットペーパーとかね、に生まれ変わったりするんで、ね、こう分けてみると結構
燃えるゴミで最初に昔は出してたんですけど、紙はですね、分けてみると、まあまあ紙って多いんだな、みたいなのに気づいて、そこからずっと分別をしてるんですけど、そうすると、今度は燃えるゴミがめちゃくちゃ減るんですよ。で、あと生ゴミは冷蔵庫の中にありますので、後でいきます。なんで、リサイクルに出せる紙はここ。ここが、だから燃えるゴミで、エルサ、娘ちゃんがちょっともういらないということで、顔を落書きしちゃって、ちょっとなんかね、壊れちゃって、いらないということで、燃えないゴミになっております。ごめんなさい。ほんとごめんなさいね。こういうのも燃えないゴミになるので、ここに入ってます。だから、こっちが燃えるゴミの燃えないペットボトル、瓶と缶。で、こっちは古紙ですね。古紙リサイクル。これ分けると気持ちいいですよ。これなんだこっちか。で、これですね。アルカリ電解水クリーナー。油汚れには私はこれを使ってます。台所のですね。で、歌丸とかもいいんですけど、歌丸の、なんだっけ、匂いがダメなんですよ。洗剤の匂いが結構ダメで、もうこれすごいです。無臭。もうほんと水、パッと見。水なんですけど、ちゃんとね、こう油を分解というか、なんかちょっとしてくれるんですよね。水を電気分解して得られるアルカリ性のクリーナー。ちょっとよく意味がわからないんですけど、油汚れが、ね、普通に落ちます。そんな頑固じゃなければ大体落ちますね。なぜここにコロコロがあるかというと、私普段ほぼ台所に生息してるんで、なんだっけ、普通に服にこうコロコロかけるのに一番ここがね取り出しやすいというのでここに置いてます。で、さっき言ったヤシの実洗剤はこちらですね。見たことありますか？これにもう匂いもしないし、洗浄力そんなに高くないけど、ジョイとかあの辺に比べると全然高くないけど、そんなにね、落ちればいいよね。こっちがですね、同胞備蓄なんですけども、だいたいこっちは、もらったもので埋まってしまいます。もらったものを備蓄として一応置いておくかみたいな感じで、食べながらこうね、足りなくなったら足したりもするんですけど、こっちはご飯ですね。砂糖のご飯の備蓄ですね。これは湯煎でもレンジでも食べられるので、なんかもし災害時あったらこれを湯煎で温めて、器いらずに食べられるので、便利ですね。普通に災害時になんかお米炊く余裕ないかなみたいな。わかります？普通にお鍋とかフライパンでお米って炊けるんですけど、なんかまとめて炊きたいじゃないですか。やっぱ災害時ってエネルギー不足だから、エネルギー不足するから、まとめて炊きたいけど、まとめて炊いたところで保管できないですよね。その数日間。冷蔵庫使えないから。なんかやっぱこういうのがあると、温めるだけで食べられるんで、便利かなって思ってるんですけど、ちょっとこれも減ってますね。ここ満タンにしておきたいんですけど、ちょっと減ってるので買い足そうかなと思います。ほぼもらい物で埋まってるんですけど、なんか一応備蓄と、なんかちょっと時間ない時用でレトルトとかも入ってますね。です。次行きます。はい。その横に来ました。ですね、これは普通にお米ですね。この中に計量カップが入ってます。で、ここはよく使う調味料ですね。一番すぐ近くて取り出しやすいので、ここと冷蔵庫にも入ってます。これがお砂糖で、塩、胡椒、蜂蜜、オリーブオイルなんですけど、オリーブオイルはサラダ油代わりにも使ってます。で、奥にちょっとあるのは、ストックですね。なんかもらったやつとか。で、これ塩、なんでこれみたいな感じですよね。ちょっと容器をね、ちょっと塩、どうしようかなって思ったままいいのが見つかったら変えます。で、奥にね、ビニールがね、かかってるんですけど、あれはなんかこのビニール袋もね、もらい物なんですけど、これに生ゴミとかを入れて捨ててますね。はい、引き出し。散らかってる。台所の引き出しなのに台所らしいものがあんまりないですね。というのも私が台所に基本生息してるもので、私が毎日使うものは大体台所に置いてあるんですね。ここだけね、カトラリーですね。これがもう全部無印なんですけど、しゃもじと、木のスプーン嫌いな方多いと思うんですけど、なんか染み込む感じが嫌だみたいなね。それはね、私もね、すごく気持ちがわかるんですよ。でも金属だとですね、カチャカチャ言うのがダメで、熱いじゃないですか、熱いもの食べるときに。子供がね、ちょっとね、それが心配だっていうので、心配っていうか、猫舌が一人いるもんでね、なんか分厚いしね、それもちょっとね、嫌だなと思いながら、なんかいいものをね、今探してるところです。一応このハサミはキッチンバサミも兼用ですね。これはここで使うやつ。でこれも、こっち、ほぼ文具ですね。で使うやつ、これはもう毎日なんだっけ、息子の小学校の書類とかに押すようでここに置いてます。これもね。で、マジックはですね、あれなんですよ。
食材のパッケージに賞味期限書いたりとか、あとゴミ出す時に部屋番号を書かないといけなくて、それでここに置いてあります。爪を切ることを忘れないようにここに置いてあるけど忘れる。で、このクリップは、食品の袋留めたりっていうのに結構使うことが多くて、たくさん持ってます。ブリタのフィルターですね。次の交換日をね、こうやってね、こういうことをしないとね、もうわかんなくなっちゃうからね。で、たわし。普通にたわしは普通に使うやつ。こんな感じですね。下に滑り止めを引いてますね。で、こっち。ここは最後かな。こっちは。よいしょ。で、普段から綺麗にこんなに直してるわけじゃないんですけど、調理器具はこの3つだけです。で、お湯沸かす用のケトル、ホーローのケトルとちっちゃい鍋とフライパンですね。で、炊飯器もないんですけど、炊飯器、うちはご飯炊くときはフライパンで炊いてます。なので蓋付き、絶対蓋付きですね。のフライパンを買うようにしてます。なんですけど、ちょっとフライパンがもうちょっと今劣化してきてるのと、鍋もね、ちょっと小さすぎて使いにくいんですよ。別のものに変えようかなって思ってる。で、こっちも買い替えなきゃいけないんで、ちょっとね、検討します。あの子はね、結構気に入って何年も使ってるんで、もうボロボロですね。ボロボロ。はい、この3つを使って料理している感じです。はい。次、後ろ側ですね。反対側このようになっております。レンジと冷蔵庫、ゴミ箱となんか汚い椅子がありますけど。冷蔵庫は最近小さいものに買い替えました。なんか前のやつが結構大きすぎて場所も取るしみたいなところでちょっと小さいものに買い替えたんですけども、なんで上にねレンジを乗せることができるようになってとても快適になりました。で、ゴミ箱はさっき言った通りで、この中はプラスチックゴミですね。プラスチックゴミがうちのゴミの中では一番多いので、このぐらい結構満タンになるんですね。週に1回出すんですけど、このゴミ箱だけは必要だったって感じですね。で、この子は、子供が踏み台として使う時用と、私がね、ここにほぼ座って朝ごはんもこのままここで食べちゃうみたいな。なんならここテーブルにしちゃうみたいな感じで。お母さんってそんな感じですよね。冷蔵庫の横についてるのはリモコンと、これはね、やらなきゃいけない書類をここに貼るようにしてます。あえて見えるところに置いて自分を追い込むスタイルですね。なんですけども、これはね、ちょっと今小学校待ちなんですけど、落ちそう、触らない。で、リモコンは、ね、裏にマグネットをこのようにつけておりまして、このようにつけております。そしたら冷蔵庫行きましょうかね。冷蔵庫、こんな感じですね。全体で言うとですね。下が冷凍室で、上が冷蔵室ですね。リットルで言うと、これかな、168リットルです。一番小さいサイズよりも、なんか大体めっちゃ大きいやつか中くらいのか小さいやつみたいな、その中くらいぐらいですかね、のやつですね。で、週に1回まとめて買い物するんですけど、その買い物が今届く前ですね。なので、ちょっと少ない時期、ちょっと野菜余ってるのがあるね。本当はね、もっとね、買い物前はスカスカになるんですけど、今ちょっとまだ残ってる。だから買い物もね、ちょっと少なめにしました、今回はですね。まだ野菜あるもんね。本当はね、すっからかんになるんですよ、週末はね。で、この冷蔵庫ね、このドアポケットが結構広くてね、すごく使いやすいんですけど、なんでここに調味料はほぼここにあるやつですね。こので3つ、これわからないかな、わかりづらいですよね。これは本だしで、中華だし、コンソメですね。で、これは見りゃわかるかな、料理酒、みりんで、お好み焼きソース、マヨネーズ、ケチャップ、醤油ですね。で、これはジャムです。なるべくパッケージがね、うるさくないものをね、選びたいんですけどね。赤いね。で、ここにはコーヒーとフィルターが入ってます。で、牛乳。ほら、日付書いてある。3日以内に飲み切りたいんです、私、牛乳はね。今日は15日なので、明日までに飲み切る。で、一番上のポケットは、ここはね、バラバラ入ってますけど、早く使い切れのコーナーですね。もうこれね、賞味期限切れてんの。2日ぐらい。今日までいけるかな？いけるよね。今日食べます。で、奥の方はこのようになっておりまして、ですね、どっから行こう？下から行くか。一番下が野菜室ですね。素直に野菜を入れております。なんか、こうやって上の方はこう、四角とか丸のものをこうね、綺麗に揃えておけるけど、野菜って形がバラバラだから、なんか私的にはこう見えない方がいいなっていうので、ここに入れるようにしました。野菜入れるとこですしね、そもそもね。この子と、この子は、あとこれか。これは、
常に置いてあります。卵は、基本2パックにして1パックずつ使い切る。1週間使い切るみたいな感じですね。備蓄も兼ねてちょっと多めに置いてます。で、ヨーグルトは毎朝食べるので、必ず2個か3個は置いてますね。これもね、実は日付がここに書いてあるんですよ。昨日開けたんですね。これもね、3日以内に食べきりたい所存であります。はい。で、この子は野菜ジュースをね、ちょっと、これ最後の1個飲み切りたい。これも一応備蓄代わりですね。ちょっと賞味期限が長いので、野菜ジュースはですね。なんかその非常食で野菜取るのって結構難しいですよね。なんだっけ、長期保存できるものって野菜がね、不足しがちかなって思ったんで、野菜ジュースをね、常に置くようにしてます。で、これご飯ですね。基本冷蔵保存ですね。この辺は、これは常に置いてあるけど、そうね、ツナはね、必ずストックするようにしてますね。開ければすぐ使えるのがやっぱ便利ですよね。これもね、1日過ぎてんだよ。ちょっとね、料理しなかったから昨日、一昨日いろいろあって、早く食べなきゃいけない。今日食べなきゃいけない。豆腐はちょっと厳しいですかね。もう過ぎちゃったらどうだろう。今日までいけるかな。ちょっと開けて決めます。はい。そんな感じで冷蔵庫になってるんですが、あと一番上の段ですね。これと、これですね。これまたさっきの無印のポリエチレンケースなんですけど、こっちがね、さっき言った生ゴミ入れる場所です。あっちに生ゴミを入れちゃうと、匂いが普通にしちゃうので、ゴミ捨てるまではここにね、保管してるんですけど、こっちはこのごちゃごちゃシリーズが入ってます。こんな感じでふりかけとか、お茶漬けの素とか、これ別に冷蔵しなくてもいいやつなんですけど、見えるとこに置きたくないんですよね。これ薬とかね。はい。はい、冷蔵庫がそんな感じになってます。冷凍室。汚い。はい、こんな感じです。冷凍保存、食材の冷凍保存っていうのが私自分で作ったやつを作り置きで、こう冷凍しとくっていうのがあんまり嫌なんですよね。なんかちょっと品質めっちゃ落ちるなっていう感じがするね。冷凍室はあんまり使わないです。なんか落書きしてあるけど、これは頭冷やすやつです。頭冷やすやつ。なんていうの、保冷バッグみたいなやつですね。で、餃子、豚肉、これを冷凍食品お弁当のですね。で、パン、アイス、ブルーベリー。これはこの間福岡行った時に買った角煮まんじゅうです。長崎の。めちゃくちゃ美味しいんですよね。はい。で、こっちがちょっと整えましたけど、作り置きしないって言っておきながら作り置きがいっぱいあると思うんですけど、私じゃなくてね、家族がね、ちょっと作ってくれたので、今たくさんあるんですけど、冷凍してるおかずたちですね。あと、これは子供が怪我した時用に一応置いてある2つだけですね。このようになっております。こんな感じかな。ちょっとまた別の機会に別の場所のルームツアーもできたらなと思ってますが、今回は以上にしておきます。ありがとうございました。